ボンジョルノエリコです。今日は5月1日、メーデーの日でイタリアは祝日です。いつもランチはほんと適当なパスタばっかりなんですが、今日はせっかく祝日なので久しぶりにリゾットを作ってみようと思います。昨日たまたまスーパーでこの細いグリーンアスパラガスを見つけたので買ってきました。なのでアスパラのリゾットを作りたいと思います。リゾットには今日こちらのリゾット用のお米カルナローリっていうタイプのお米を使っていきます。よし、早速始めよう。まず洗わなきゃですね。この細いのが好き。今日本ではゴールデンウィーク中ですよね。皆さん何をしてますか？何連休取れましたか？海外旅行とかに行ってる人も多いのかな？今日ね、このアスパラのリゾットのレシピをずっと作ってなくて覚えてなくて、自分の昔の動画でアスパラリゾットのレシピの動画出したことはあったんですよ。それを見直しました。自分の動画を見直したっていう。なんかさ、リゾットって簡単なんですけど20分ぐらいなんかずっと鍋から離れられないっていうか放置ができない、しょっちゅう混ぜなきゃいけないしっていうので、簡単とはいえちょっとね時間がちゃんとある時しか作らないかな。私のこのレシピが気になる方はぜひ昔出した動画を見てみてください。ちょっとざっくり切っていきます。 OK じゃあコンソメの中には茎の太い部分をちょっと出汁を取るために一緒に茹でちゃってます。ちょっと先にねお米を軽くいっていきます。リゾットのお米は洗わないんですけど、一度こうやってお米をいるんですよね。その方がねより美味しくなるみたいですよ。そうで、自分の過去の動画のレシピを見ながらやってるんだけど、ちょっとね全く同じじゃなくて、例えばこの作業は前回の動画ではやらなかった。全く同じじゃなくてちょっとねアレンジしていきます。3、4分くらいかな。ちょっとね煙が見えてきたらもう火を弱くして一旦お皿に移します。今度はバターを入れます。ここでねオリーブオイルもちょっとだけ一緒に入れます。はい、そしたらアスパラの先端じゃなく細かく切った茎の部分を炒めていきます。最後に飾り付けする部分も炒めます。ちょっとだけ、ブロードを入れて火を弱くして蓋をします。で火を通していきます。もうねすでにいい香りがしてきてます。いい感じ。ちょっと塩コショウで味付けします。そしたらひとまずこの飾りに使う部分は取り出しておきます。でこの火が一番通りやすい先端の部分も加えます。はい、そしたらバターを足してさっきローストしたお米を入れます。であとはもうここから基本はこのブロードを足して混ぜて、で水気がなくなってきたらまた足して混ぜてっていうのを繰り返していきます。だからねこれで結構目が離せないんですよね。放置できないの。ずっと混ぜてなきゃいけないから、そこがちょっとリゾットの大変なところかな。で今回ねちょっとアレンジしたいのは、その出汁を取るために茎の太い部分茹でちゃってるんですけど、それを取り出して、見てこの茎を取り出して、もうこれコンソメの味も染み込んでると思うんで、これをペースト状にしてリゾットの中に入れるっていうアレンジをしてみようと思います。今日はちょっとこれでやってみようかな。見てください、綺麗なグリーンのペースト状のクリームみたいなのができましたね。これを最後らへんにリゾットの中に加えようと思います。イタリアって振り替え休日っていうのがないんですよ。だから祝日がたまたま日曜日だったらそのまま日曜日で終わっちゃうんですよね。なんだけどイタリアって
例えば祝日が木曜日とかだったらもう金曜日も休みにしちゃえっていうファーレポンテっていうんですけど、ポンテって橋って意味なんですよ。だからもう木曜日も祝日なら金曜日にも橋をかけて土日全部4連休にしちゃえっていうのがあるんですよ。で、私最初それを留学時代イタリアに来たばかりの時に学校の先生から今週はそのポンテをする橋をするから来週会いましょうって言われて、で私その意味が分かんなくて知らなかったから橋を作る工事があるのかって本当に思っちゃって、4日間で橋作れるの、しかもどこにみたいな。でもなんかそういうことか、うわなんかイタリアらしい発想だなって思ったんですよね。でも逆にその振り替え休日っていうのはないんでね、たまたま日曜日に祝日が来ちゃった時はもう残念、塩コショウとバターとあとワインとチーズも入れていかなきゃいけないんですけど、あとこれっていうかこれをかけることによって多分全体がもっとグリーンになるのとね、根っこの方まで無駄なく全部使えるので、これすごくいいなと思います。よし、じゃあグリーンのアスパラペーストを入れてみます。今日は祝日だしちょっとひと手間加えようではないか。わー、豆乳、はい、見てください。これで全体がさらにグリーンになっていきます。おー、美味しそう。なんかリゾットってね、熱々の出来たてよりも若干ちょっと待ってちょっと冷えたぐらいが美味しい気がするんですよね。味がさらになんかギュッて締まるっていうか、いいんじゃないかな。出来上がり。うわ、マジアスパラたっぷりだ。これを添えてこんな感じ。最後にパパッと胡椒。おー、できた、完成です。グリーンしてます。ちょっと今まだ熱々なんでとりあえずね、お休みだしワイン飲んじゃおう。イエーイ。これね結構酔う。綺麗なピンク。それでは皆さんまず乾杯。サルテ。幸せ。ちょっと冷めてきたかな。ボナペティット。いただきます。なんかもうちょっと塩入れてよかったかもな。でも美味しい。もうちょっと塩だな。アスパラのさ、豚なんかベーコン巻きみたいなあれも超好き。それにしようか迷ったんだけど上出来ではないか。この5月6月ってイタリア国内でなんかもうイベントがすごい盛んな時期なんですよ。日本もそうかな。でも日本は梅雨があるか。イタリアは逆に夏は暑すぎてリゾート地とかではよくなんか DJ のライブとかクラブみたいなイベントが、連日あってると思うんだけど、この5月6月はね本当になんか屋内でのイベントも多くて、そう夏にね屋内のイベントしても誰も来ないんですよ。みんな外行きたがる、みんな海に行きたがるんで、屋内のイベントは夏手前この時期が一番多くて、で私もありがたいことに来週末から4週連続でもうだから1ヶ月丸々週末がイベントで埋まってて、去年よりも断然忙しいですね。去年はこの時期イベント出たの1個だけだったかな。でも今回は4、多分5ぐらいあるかも。連続で今とりあえず4週間入ってるんですけど、すごい楽しみだしありがたいだけど、やっぱこれ以上忙しくしないように気をつけないと。私なんかやっぱ胃痛とかになっちゃうんで、ね、胃痛になるとね私本当に動けなくなっちゃうんですよ。もう電車とかで移動はもう絶対無理っていうぐらいひどい痛みだから、ハードスケジュールになりすぎないように管理しないとやばいんですよ。でもね、こうやってお誘いいただいてすごいありがたいし、で今まではそういうイベントに呼ばれた時はだいたいライブ活動してたんですけど、今回どうしようと思ってこのステージ出ていいよって言われてるんだけど、ステージでもうなんか30分40分のライブをするのがもう歌の練習ずっとできてないから本番できないし、だから今考えてるのはこう日本の文化の
クイズとかイントロクイズみたいな、それでお客さんたちも巻き込んで一緒に楽しんで、で最後に1曲だけなんかアニソンとかまとめで最後の盛り上げで歌ってもいいかなと思ってるんですけど、その準備もねやんなきゃいけないからちょっと準備が大変。週末のイベントに行くイコール、例えば日曜日に本番があるから土曜日のうちにもうミラノ入りしないといけませんみたいな。ってなると毎週日曜日に動画を更新してるんですけど、大抵土曜日に追い込みしてるんですよ。ただその土曜日の追い込みの日がもう移動日になったら金曜日までに全部やらなきゃいけないってなると、1日減っただけですごいしわ寄せが来るっていうか、もう他のこと一切何もできなくなるぐらいいっぱいいっぱいになっちゃうんですよ。私不器用なのかな。フリーランスって本当オンオフがないっていうか、ずっとオフでもいいしずっとオンでもいいしっていうか、自分次第すごい難しい。はい、皆さんはゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。ぜひぜひ皆さんのゴールデンウィークどんな感じかコメントしてください。教えてください。はい、ということで今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございます。グラッツェミーレ。また次回の動画でお会いしましょう。Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.